今日のちょこっとお出かけは六本木駅から直結の東京ミッドタウンエリアです。駅直結とはいえ、初めの目的地である展覧会を見に行くために地上に出てきました。敷地を囲むように目的地へ進んでいきます。行き先はエリア内にある2121デザインサイトという建物です。2026年はスペインの建築家アントニ・ガウディの没後100年にあたりますが、そんな中窓を扱う会社である YKKAP さんによるガウディ建築の窓に着目した小さな展覧会が7月12日まで六本木の東京ミッドタウンの敷地内にある2121デザインサイトで開催されているのです。小さな展覧会と言いましたが、実はグローバルで、東京でのガウディ未来を開く窓展はサテライト展という位置づけになっています。バルセロナのグエルテでは、このプロジェクトのメイン会場としてガウディ没後100年の公式プログラムの一環で、建物全体を展示会場とした展覧会が開催されているとのことです。グエルテはそのものは私も何回か訪れたことがありますが、ガウディの息遣いを感じられるような素晴らしい建物そのものが展示会場になるのは、さらに興味が湧いてきます。さて、会場まではミッドタウンガーデンと呼ばれている場所を通ってきます。このエリアはとても静かな場所で、緑と水のせせらぎが印象的な都会の中の憩いの場といった感じです。ちょうど訪れた時はアジサイも綺麗に咲いている時期でした。水が流れている音が歩きながらも感じられて、この日は少し曇ってはいましたが、とても気持ちの良い場所です。もともとこの一帯はかつて防衛庁本庁があったところで、2007年から現在の状態になっています。緑が多いのを体感できますが、実際にこの一帯の敷地の4割が緑地になっているのだそうです。そしてそのままお散歩がてらに歩いていくと、展覧会の会場になっている印象的な建物が見えてきます。この建物は安藤忠雄氏による設計です。このエリア一帯に和の要素が感じられますが、この建物自体もまるで折り紙を折ったかのような外見に見えます。一見平屋建てのように見えますが、建物の面積の7割は実は地下部分になっているらしく、この建物自体が非常にユニークな存在です。この展覧会は無料で開催されています。サテライト展という立ち位置のこの展覧会は、グエルテでの大規模な展覧会の要素がコンパクトになった形で、 YKKAP 社と東京工芸大学の研究によるガウディの窓についての知見がなされています。東京の展示の後は、この企業の窓の生産にゆかりのある富山でも開催されるそうです。精巧に作られている実際のガウディによる窓のミニチュア版がいくつか展示されていて、その窓の特徴の説明とともに、そのミニチュアを実際に動かして開け閉めができるようにもなっています。バルセロナではこの2026年の没後100年に合わせて、当初は完成に数百年を要するとも言われていたサグラダ・ファミリアのメインとなるイエスの塔も完成しました。彼が手掛けた建築物に共通する特徴が、唯一無二の独創的なデザインであり、そしてそこに有機的な要素が感じられる点かと思いますが、この展覧会の中で窓に着目している点でも、確かに窓は機能とデザインを兼ね備え、何よりガウディの芸術的センスさえも感じられる重要な建物の部分であることを再認識できます。このように壁の一面には窓を切り口にした建築の作品年表があり、建物ごとにそこにふさわしい窓をデザインしてはめ込んでいった流れが見られて、なかなか興味深いなと感じました。そして会場の重要部分では、ガウディを研究しているスペインや日本の研究者たちによるお話と、さまざまな建物や窓の映像が画面で大きく映し出されて、窓をどのようにガウディが認識していたかということについての説明がなされていました。それからちょっとした体験コーナーも用意されていました。中に入ると、壁に映っているステンドグラスの窓をイメージしたイラストを、形や色味をいろいろと手元で変化させて、ガウディテイストのデザインからオリジナルの窓のイメージを作れるようになっていました。
こういった体験コーナーは以前開催されたガウディ展でもあったので、最近の展示方法の一つなのかもしれませんね。この会場にはたまたま立ち寄った感じの方も、そしてまさにここを目指してきた雰囲気の方もいて、気軽な展覧会ではあっても興味深い内容でした。その後ちょっとお腹が空いていたので、ミッドタウンのメインの建物に向かいます。高架橋のようになっている橋を通って向かい側に立っている建物に入っていきます。久々にここに来ましたが、季節によっては夜のイルミネーションでとても綺麗な場所でもあります。東京ミッドタウンの建物内に関してはデザインが和モダンの要素が取り入れられているそうです。驚くことにエリア内の建物それぞれの配置が日本庭園の枯山水をイメージして建っているそうで、この一帯全てがアート作品のように感じてきますね。建物内の中央部分には竹がそびえ立っていて、ここでも和のテイストが周辺と自然に溶け込んでいるデザインです。ここには飲食店やさまざまなお店、そしてサントリー美術館もあります。この独特な雰囲気のおかげで、特にお買い物をしなくてもこの場を散策するだけでも楽しいです。どこで一休みしようかなと思っていたのですが、やっぱりここに入ってしまいました。D&デルカさんはもちろんこの店舗に限らず、それぞれの店舗でいろいろな国内外の食材を扱っているので好きなお店です。たまに立ち寄るとスペイン製の商品も結構見つけるので興味深く買ったりもしています。この日食べたランチはワンプレートでキッシュとサラダの盛り合わせにしました。キッシュはサーモンとトウモロコシのキッシュで、トウモロコシ入りが珍しくとても味わい深い味でした。サラダにはケールが使われていて食べ応えもありました。食後はせっかくお店に来たのでいろいろと見て回りました。ワインやお茶類、お菓子、スパイスなどの調味料、レトルト食品、デリカテッセン、そして D&デルーカオリジナルの食器やお買い物バッグなどいろいろと目移りしてしまいます。この日もちょっとお買い物もしてからお店を出ることにしました。美味しそうなスペイン製のビスケットがあったので、そちらを買ってから帰ることにしました。帰りは直結で地下鉄大江戸線に向かいます。この地下鉄へ向かう通路の両側にも気軽なイートインの飲食店が並んでいます。地下鉄大江戸線は利用するとどの場所でもとても地下深くにあるように感じますが、これはすでに存在する他の地下鉄や首都高を避けるためにさらに深く設計されているからなのです。そして興味深いことに、この大江戸線六本木駅が日本全国の地下鉄の駅の中で最も深い場所に作られています。地下7階の深さに相当する約 42.3 メートルの深さなのだそうです。今回もちょっとした簡単なお出かけではありましたが、ガウディの没後100年の節目の年に彼の建築物を窓という切り口から新たに何か学べた気がして、短時間でも楽しいひとときでした。今回もご覧いただきありがとうございました。